モータースポーツの最高峰 F1 やスーパー GT。 手に汗握るレース中、実況や解説者が頻繁に口にするあの言葉を耳にしたことはありませんか？さあ、左フロントタイヤの摩耗が厳しくなってきたか、左側のグリップが限界に近いようです。ここで一つの疑問が浮かびます。なぜ彼らは決まって左側のタイヤばかりを気にするのでしょうか？実はそこには世界の主要なサーキットに隠されたある共通点と、車に襲いかかる過酷な物理の法則が関係しています。今回は右回りサーキットに隠された驚きの真実と、左タイヤが悲鳴を上げるメカニズムを徹底解剖します。これを知れば明日からのレース観戦の見方が180度変わるはずです。右回りサーキットの圧倒的多数という事実。まず前提として、世界中にあるレーシングコースの多くは右回り、時計回りで設計されています。日本の誇る国際サーキット、鈴鹿サーキット、立体交差はありますが、基本は右回り。富士スピードウェイ、茂木。世界に目を向けても、伝統のスパフランコルシャンやモンツァなど名だたるサーキットの大部分が右回りです。右回りのコースである以上、当然ながら右コーナーの数が左コーナーよりも圧倒的に多くなります。右コーナーが多いなら右側のタイヤが頑張っているんじゃないの、そう思う方もいるかもしれません。しかし物理の現実はその真逆。本当に悲鳴を上げているのは、常にコーナーの外側になる左側のタイヤなのです。なぜ左タイヤなのか？遠心力と荷重移動の物理。なぜ右に曲がるとき左タイヤが酷使されるのか？その理由は荷重移動にあります。時速200キロを超える猛烈なスピードでマシンが右にステアリングを切った瞬間、車体には左側に向かって強力な遠心力が働きます。想像してみてください。急に右に曲がるバスに乗っているとき、あなたの体は左側に投げ出されそうになりますよね。これと全く同じ現象がレーシングカーのパーツ全体、そして重さそのものに起こっています。右に曲がるとき、マシンの重さは物理的に全て左側のタイヤへと押し付けられます。この瞬間に左側のタイヤには直線区間を走っている時の数倍もの強烈な負荷、垂直荷重がのしかかるのです。さらにレーシングカーがコーナーに進入するときは猛烈なブレーキを踏んでいます。減速による前への荷重移動と右旋回による左への荷重移動が合体した結果、マシンの左フロントに全重量の大部分が集中することになります。タイヤの限界、垂れるの正体と右回りの罠。では、この過酷な荷重によってタイヤには何が起きているのでしょうか？現代のレース用スリックタイヤはゴムの粘着力、ケミカルグリップで路面に張り付いています。左タイヤに猛烈な荷重がかかり、そのまま路面を力任せに引きずることでタイヤの温度は一気に上昇。適正温度を超えるとゴムはまるで消しゴムのようにドロドロに削り取られていきます。これがレース業界でいうタイヤが垂れる、性能低下するという現象の正体です。右回りコースでは一つのコーナーをクリアしてもすぐにまた次の右コーナーがやってきます。左タイヤは熱を冷ます暇がありません。常に熱地獄にさらされ、摩耗のループから抜け出せなくなるのです。逆に内側になる右タイヤは荷重が抜けて路面を押し付ける力が弱まるため、仕事量が圧倒的に少なくなります。つまり右回りサーキットでは左右のタイヤで全く違う過酷な人生を歩んでいるのです。実況が10倍面白くなる視点。ここまで知ると今後のレース実況の聞こえ方が全く変わってきます。例えばドライバーがフロントのグリップがなくなってきたと無線で叫んだ時、あの右回りコースのあの高速右コーナーの連続で左フロントタイヤがいよいよ限界を迎えたんだなと、画面の向こうのドラマが立体的に見えてくるはずです。チームがタイヤ交換の戦略を練る時も、彼らが最も恐れているのは左タイヤのバースト、破裂や性能低下です。だからこそ左タイヤをいかにいたわって走れるかというタイヤマネジメントがドライバーの腕の見せ所になります。次にレースを見るときはぜひマシンの左側の足回りに注目してみてください。そこには物理の法則と戦いながら限界ギリギリで悲鳴を上げ続けるタイヤたちの過酷なドラマが隠されています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。